ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。 F1 ラスベガスグランプリ、アルファタウリ角田裕樹とダニエル・リカルド開幕前コメントの話題です。 F1 アルファタウリの角田裕樹選手とダニエル・リカルド選手が2023年 F1 ハイネケンラスベガスグランプリの展望を語っている。角田裕樹選手は最近の参戦で好調を維持し、各レースでチームはポイントを獲得している。オースティンでのアップグレードが自信とペースをもたらし、ブラジルでのパフォーマンスには驚いたと述べている。角田選手は今後2レースでアグレッシブに戦い、コンストラクターズ選手権で7位以内を目指す意気込みを見せている。シミュレーターで走らせたベガスのコースはストレートが長く速いがバクーに似ており、ウィリアムズが強いと予想されるこのタイプのサーキットでの戦いに挑む。角田選手はまたレースの夜は非常に寒くなる可能性があることに言及し、特に予選でのタイヤの温め方と挙動に影響があると予想している。チームは多くのシミュレーションを行い、ローダウンフォースのセットアップが有効である可能性を指摘しているが、路面が滑らかな場合は高いダウンフォースが必要になるかもしれないとしている。ダニエル・リカルド選手はブラジルでのレースがフラストレーションを感じるものだったと述べつつ、マシンのスピードとペースに励まされている。彼は忙しい時間を過ごし、ベガスへの準備を進めた。リカルド選手はベガスのサーキットがチャレンジングで、長いストレートと90度の短いコーナーを含むユニークなレイアウトを持つと評価している。また寒さがタイヤの使用に大きな影響を与えると予想し、低いグリップでのレースを想定している。リカルド選手はレースに集中することを目標にしており、ウィリアムズとの差を縮めるためにポイント獲得が重要だと強調している。彼は休息と集中のバランスをとり、レースウィークエンド全体を最大限に活用することに注力している。角田裕樹選手、ここ3戦は本当に好調で、どのレースでもポイントを獲得している。ウィリアムズとの差を縮められているのはとてもポジティブなことだ。オースティンに持ち込んだアップグレードが自信とペースをもたらしてくれた。正直なところ、ブラジルで見たようなこのレベルのパフォーマンスは予想していなかった。これからはこのポジティブな気持ちを次の2レースに持ち込んでアグレッシブに戦い、コンストラクターズ選手権で7位以内に入れるだけのポイントを獲得しなければならない。シミュレーターでベガスを走らせたことがあるけれど、ストレートが長くてとても速かった。過去には長いストレートがあるサーキットで苦戦する傾向があったが、ポジティブに考えればこのサーキットはバクーとよく似た特性を持っていると感じている。楽観的だがチャンピオンシップを見ると、ウィリアムズもこのタイプのサーキットでは強いと予想されるので、ハードに戦って彼らを上回ることを目指す。このレースに向けて大きな話題となっているのは、マシンがコースインする夜間はとても寒くなるかもしれないということだ。もちろん我々のエンジニアたちはこのことを研究しているし、誰にとっても同じ気温になるだろう。特に予選に関しては、タイヤをどのように温めるか、タイヤがどのような挙動を示すか、間違いなく影響するだろう。シミュレーターで何周も走ったし、チームもコースに関するデータに基づいて多くのシミュレーションを行ったけれど、それでもタイヤと路面のグリップがどの程度になるかは推測の域を出ない。全てが未知数だけど、僕たちは多くのデータと相関作業によって十分な準備ができたと思う。路面が十分に研磨されていれば、長いストレートに対応するために比較的ローダウンフォースのセットアップが有効なはずだ。でももし路面がとてもスムーズなら、より高いダウンフォースが必要になるかもしれない。FP1 まで待たなければならない。車の中で凍えるような寒さを感じないことを祈るだけだ。もう一つ興味深い要素は、
ストリップ上の全ての動くライトかもしれない。他のナイトレースではコース外の照明はそれほど多くないからチェックする必要がある。でも実際のレースコースの投稿照明は他の照明を打ち消すほど明るいはずだから気が散るようなことはないと思う。ダニエル・リカルド選手、ブラジルのレースは一周遅れでフラストレーションがたまるものだったけれど、残念なことにルールがそうなっていて、もっとポイントを獲得するチャンスを逃してしまった。この週末で励みになったのはスピードだった。ペースもあったしマシンのフィーリングも良かった。それは常に重要なことだ。実際クリアエアの中で走った時はもっと見せ場があったと思う。あれから忙しい時間を過ごした。日曜日の夜にイギリスに戻り、先週の水曜日にカリフォルニアに飛ぶ前にシミュレーターで1日過ごした。そこに家があるからジムやトレーニングのセットアップを使うことができたし、残りの時間はただ冷静に過ごしベガスの準備をした。ベガスには何度も行ったことがある。楽しいところだよ。オーストラリア人の友人と夏休みに遊びに行くなど、いつもレジャーで行くだけだったから少し違ったマインドで行くのは面白そうだ。特に夜のイルミネーションはシュールだよ。映画のセットの中でレースをしているような感覚になると思う。シミュレーターで学んだところではこのコースは本当にチャレンジングで、長いストレートがたくさんあって90度の短いコーナーがあり、ターンとブレーキングが多い。レイアウトは間違いなく面白い。いいレースができることを願っている。長いストレートは間違いなくチャンスになると思うし、タイトでツイスティなところもあるからかなりユニークなチャレンジになるだろう。寒くなることは分かっている。タイヤをうまく使い車がダウンフォースで十分なグリップを得られるようにすることがラップタイムを稼ぐための大きな鍵になると思う。グリップが低かった初年度のバクーのような感じになるかもしれない。サーキットの動きとは別にいろいろなことが起こるだろうが、僕はゾーンにとどまり雑念を遮断することを目標にしている。週末を盛り上げレースを盛り上げ、そして余暇を楽しむ。要するに僕はレースをするためにそこにいるのだから、それを優先して集中する必要がある。特にウィリアムズとの差を縮めた今、ポイントを獲得することは非常に重要なことだ。とてもシンプルなアプローチだと思う。休めるときは休んで、本番に臨む必要があるときはそれに集中してエネルギーを注ぐ。少しでもダウンタイムがあればあまり頭をいっぱいにしないようにする。 F1 ラスベガスグランプリ、アルファタウリ角田裕樹とダニエル・リカルド開幕前コメントの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。